とある飲み屋街の路地裏の奥に、ひっそりと佇む占いの店がある。今日も様々な悩みを抱えた人物がここを訪れた。僕は亮。ふと気づくと一度も来たことがない占いの店を訪れていた。ようこそハオス・デ・アリーベへ。どうぞこちらへおかけください。早速あなたを煩わせているお悩みを聞かせてください。僕は目の前の占い師に促されるままに苦しい胸の内を語り始めた。僕は中学時代から中途半端な悪ガキで、高校も地元の最低ランクのところだった。入学してすぐ同級生から目をつけられ、気づけば喧嘩ばかりを繰り返し、それが嫌で学校に行かなくなった。半年を過ぎる頃、学校から連絡があり、留年になるという話だった。親に高校だけは出ろと叱られ、しぶしぶ通学するようになった。はじめは親友も一緒に行っていたが、そのうち親友も来なくなり、いつも一人で過ごしていた。そんな時、クラスメイトの新庄に話しかけられた。新庄は陽気なやつで、心の中に自然と入り込んできた。新庄と知り合ってからだんだんと僕の周りに人が増えていった。高校2年の時、夕方頃新庄からカラオケに行こうと誘いの連絡があった。女の子もおるでと言われ、電話を代わられた。その時初めて知恵の声を聞いた。声がとても懐かしく感じ、どこかで会ったことあると聞いてしまった。数ヶ月が過ぎ、親友の京介とその彼女の知恵と僕の3人で遊んだ。2人は以前僕も誘われたが行かなかったカラオケで知り合い、付き合っていた。電話で話した彼女はその時は懐かしく感じたが、実際は初対面だった。それから3人でよく遊ぶようになった。僕の中でだんだんと彼女への思いが募っていく。なのに一緒にいても決して君に届かない。そんな気持ちを抱える中、僕は彼女の相談によく乗っていた。りょうくん、相談に乗ってくれる？どうした？そしていつも君が目に浮かぶ。この頃は彼女は僕の全てだった。高2の冬頃、彼女から沈んだ声で電話がかかってきた。りょうくん、私どうしたらいいのか。何があったんだ？妊娠したと暗い声でぽつり彼女はつぶやいた。彼氏の京介に、俺には関係ない。お金は一切出さないと言われたそうだ。彼女に好意を寄せていた僕はすぐさま彼女のもとへ向かった。そしてストレートに僕の思いを彼女に伝えた。僕が話つけたるし、そんなやつやめて僕と付き合おう。彼女は責任を取らない彼氏に見切りをつけ、僕に心を寄せるようになっていった。それから数ヶ月が経ち、僕と彼女は付き合うようになった。そしてしばらく経った頃、彼女に妊娠したと告げられた。まだ高校生ってこともあり悩んだが、彼女のことが大切だったため結婚の道を選び、彼女の両親に挨拶しに行った。入籍は18歳になるまで待つこととなった。彼女は僕の実家で同居生活をするようになった。僕は僕で大変だったが、高校に行きながらバイトを掛け持ちし、学業とバイトを両立することで生活費と子供の費用を工面した。しかし嫁と母がうまくいかず、板挟みの状態となる。高校卒業後、
安定した仕事に就くための資格を取ろうと福祉の専門学校へ通った。その間に嫁姑の確執が悪化したのもあり、専門学校を卒業と同時に大阪の実家から淡路島に引っ越し就職した。子供を地元の大阪の学校に通わせたくて2年後大阪に帰ってきた。大阪で就職するも人付き合いが苦手で職を転々としていた。このままじゃダメだと感じ、思い切って一軒家を購入。それに合わせて嫁も介護施設で正社員になってくれた。しかし彼女は生き始めてすぐ腰を悪くし、動けない状態となってしまった。ヘルニアの件を上司に報告したら、ひどい言葉で嫁は罵倒されたらしく、昔から持っていた精神的な不安が再発することとなった。どんどん悪化し、夫婦生活はもちろん、そのうち家事もできなくなり、ついに嫁はあまりにも落ち込んでしまい、動くこともままならなくなってしまった。これが厄介で、彼女は僕が慰めるたびに、私なんていなくなればいいんでしょと言って、何度も僕を困らせるようになった。ついに僕はもう限界やねん、いい加減気づいてくれって言ってしまった。彼女にはこの言葉はとても大きかった。そこまで限界にしてたんやね。と言った。そして離婚に至った。そして僕は一番大切にしていた愛を失ってしまった。ちぎれそうな胸の痛み、止められない涙。僕はどうしたらいい？そのうち時間が経つにつれ、少しずつ僕の胸の痛みは和らいでいったが、心の空白を埋められないままでいた。りょうくん、久しぶりだね。元気にしてる？うん、元気にしてるよ。彼女と連絡は今でも取っているが、彼女は元気に暮らしている。僕といた頃より声が明るい気がする。今思えば僕なりに最大限の努力をしたが、彼女にすごいストレスをかけていたのは僕自身だったのかもしれない。僕はこの経験から新しい恋になかなか踏み出せないでいる。そうだったのですね。ではあなたはこれからどうしたいのでしょうか。僕の望みは、また心から愛せる人と出会い、穏やかに暮らしたい。でも僕は以前の結婚生活の件を考えると、女性を幸せにする自信がない。わかりました。あなたの話を聞かせていただいて、見立てさせていただいた結果、こちらのアクセサリーを身につけることをお勧めいたします。これを身につけることによって、あなたはきっと幸せに生きていけるでしょう。お代はいくらですか？今回はいりません。またお越しください。お代はすでにいただきました。お金には変えられないあなたの経験した思い出、記憶。亮は意図せず占い師と自分の記憶や思い出をアクセサリーと引き換えに交換してしまったのだ。プレゼントありがとうございます。これからずっと大切に身につけます。そして亮は占いの店を後にする。りょうくん、久しぶり。こんなところでりょうくんに出会えるとは思わなかった。ちょうどこれから夕飯を食べに行くんだけど、一緒に行かない？亮は帰り道に昔の初恋の人と出会う。懐かしくもあり、久しぶりに元妻以外の女性と会話したこともあって胸が躍った。亮と亮の初恋の女性は意気投合して食事に行くことになった。彼は初恋の女性と
とても幸せな時間を過ごしているつもりだったが、実際には寮の隣には誰もいない。あの人誰もいないのに一人で話してる。変じゃない？多分頭おかしいやつだと思うから、じろじろ見ない方がいいよ。何後ろの人ずっと一人で喋ってる。やばくない？周りの人たちは寮が幸せそうに一人で会話しているのを怪げそうに見つめていた。占い師の口元には笑みが浮かんでいた。りょう、お前はそのアクセサリーをつけている限り幸せに生きていけるだろう。幸せという虚像の中で。